兄弟の魂。1、第三の男は語る。これは僕自身が放着した一種奇怪の出来事であるから、そのつもりで聞いてくれたまえ。僕の友達の赤座という男の話だ。赤座は名を作郎といって、僕と同時に学校を出た男だ。卒業の後は東京で働くつもりであったが、卒業の半年ほど前に郷里の父が突然死んだので、彼はどうしても郷里へ帰って実家の仕事を引き継がなければならない事情ができて、学校を出るとすぐ郷里へ帰った。赤座の郷里は越後のある小さい町で、彼の父は〇〇教の講師というものを務めていて、その使者に集まってくる信徒たちに向かってその教義を講釈していたのであった。〇〇教の組織は僕もよく知らない。素人の彼が突然に郷里へ帰ってすぐに父の跡目を受け継ぐことができるものかどうか、その辺の事情は詳しくわからなかったが、ともかくも彼が郷里へ帰ってから僕のところへよこした手紙によると、彼は滞りなく父の後を襲って〇〇教の講師というものになったらしい。もっとも彼は僕と同じく文化の出身で、そういう家のせがれだけに普段から宗教についても相当の研究を積んでいたらしいから、まず故障なしに父の跡目相続ができたのであろう。しかし彼はその仕事をあんまり好んでいなかったらしく、仲のいい友達7、8人が催した送別会の席上でも、どうしても一旦は帰らなければならない面倒な事情を話して、しきりに不平や愚痴を並べていた。2、3年のうちに何とか解決をつけてまた出てくるよ。雪の中に一生うずめられてたまるものか。こんなことを彼は言っていた。郷里へ帰った後も我々のところへ手紙をしばしばよこして、いろいろな事情から容易に現在の職を投げ打つことができないなどとひどく悲観したようなことを書いてきた。赤座の実家には老母と妹がある。この二人の女は無論に〇〇教の信仰者で、右左から無理に彼を押さえつけて、どうしてもその職を去ることを許さないらしい。それに対して彼にも非常の反問があったらしく、こんなことなら何のために生きているのかわからない。いっそ自分の預かっている社に火をつけて、自分も一緒に焼け死んでしまった方がましかもしれないなどと、随分過激なことを書いて起こしたこともあったように記憶している。送別会に列席した7、8人の友達も、職業や家庭の事情で皆それぞれに諸方へ散ってしまって、依然東京に居残っている者は村野という男と僕とたった2人。しかも村野はひどく筆不詳なたちで、赤座の手紙に対して3度に1度ぐらいしか返事をやらないので、自然に双方の間が疎くなって、しまいまで彼と手紙の往復を続けている者は僕一人であったらしい。赤座の手紙は毎月1度ぐらいずつ必ず僕の手に届いた。僕もその都度に必ず返事を書いてやった。こうして2年ほど続いている間に、彼の心機はどう転換したものか、自分が現在の境遇に対して不満を訴えることがだんだんに少なくなった。しまいには愚痴らしいことは一言も言わず、むしろその教えのために自分の一生涯を捧げようと決心しているらしくも思われた。〇〇教というのはどんな宗教か知らないが、ともかくも彼がその信仰によって生きることができれば幸いであると僕も密かに喜んでいた。彼が郷里へ帰ってから3年目に母は死んだ。その後も妹と2人暮らしで死者に続いた社宅のような家に住んでいることを僕は知っていた。それからまた2年目の3月に彼は妹を連れて上京した。もちろんそれは突然なことではなく、来年の春は郷舎の用向きでぜひ上京する。妹もまだ一度も東京を知らないから、見物ながら一緒に連れて行くということは前の年の末から前触れがあったので、僕は心待ちに待っていると、果たして3月の末に赤座の兄弟は越後から出てきた。汽車の着く時間は分かっていたので、僕は上野まで出迎えに行くと、
彼が昔とちっとも変わっていないのにまず驚かされた。〇〇教の講師を幾年も務めているのというのであるから、定めて行者かなんぞのように長い髪でも垂れているのか、ひげでもボーボーと生やしているのか、冠のような帽子でもかぶっているのか、白い袴でも履いているのか、そんな想像はみんな外れて、彼は昔通りのゴブ狩り頭で、田舎仕立てながらも背広の新しい洋服を着て、どこにも変わった点はちっとも見出されなかった。ただ鼻の下に薄いひげを蓄えたのが少しく彼をもったいらしく見せているだけで、彼はやはり学生時代と同じように若々しい顔の持ち主であった。やあ、やあ、こんな簡単な挨拶が交換された後に、彼は自分のそばに立っている小柄の娘を僕に紹介した。それが彼の妹の伊佐子というので、年は19であるそうだが、いかにも雪国の女を代表したような色白の娘で、可愛らしい小さい目と細い眉とを持っていた。いい妹さんだね。母がいなくなってからうちのことはみんなこれに頼んでいるんだ、と赤座はニコニコしながら言った。一緒に電車に乗って僕の家まで来る間にも、この兄弟が特別の親しみを持っているらしいことは僕にもよく想像された。それから約1ヶ月も僕の家に滞在して、厩舎の用務機や東京見物に春の日を暮らしていたが、確か4月の10日と記憶している。僕は兄弟を誘って向島の花見に出かけると、それほどの強い降りでもなかったが、その途中からにわか雨に出会ったので、よんどころなしにある料理屋へ飛び込んで2時間ばかり雨やみを待っている間に、赤座は妹の身の上についてこんなことを話した。こんなものでも相応なところから嫁にもらいたいと申し込んでくるが、何しろこれがいなくなると僕が困るからね。この子も僕の家内が決まるまでは絶え縁づかないと言っている。ところで僕の家内というのがまたちょっと見つからない。いや、今までにも2、3人の候補者を推薦されたが、どうも気に入ったのがないんでね。何しろ僕の家内という以上、どうしても同じ信仰を持ったものでなければならない。身分や器量などはどうでもいいんだが、さてその信仰の強い女というのが容易に見当たらないので困っている。彼は最初の反問から全く下脱して、今ではその教義に自分の信仰を傾けているらしかった。しかし到底教科の見込みはないと思ったのか、僕に対してはその教義の宣伝を試みたことはなかった。東京の桜がみんな青葉になった頃に、赤座兄弟は僕に見送られて上野を出発した。それぎりで僕はこの兄弟に出会うことができなかったのか、それとも重ねて出会っているのか、いまだに消えないその疑問がこの話の種だと思ってもらいたい。郷里へ帰ると、赤座はすぐに長い礼状を書いてよこした。妹からも丁寧な礼状が来た。妹の方が赤座よりもずっとうまい字を書いているのを僕はおかしくも思った。その後も相変わらず毎月一度ぐらいの頼りを続けていたが、8月になって僕は上州の妙義山へ登って、そこの宿屋でひと夏を送ることになった。妙義の絵はがきを赤座に送ってやると、兄弟から僕の宿屋へ当ててすぐに返事をよこした。暇があれば自分も妙義へ一度登ってみたいが、教務が多忙で思うに任せないなどと赤座の手紙には書いてあった。9月の初めに僕は一度東京へ帰ったが、妙義の宿がなんとなく気に入ったのと、東京の残暑はまだ激しいのとで、いっそ紅葉の頃まで妙義にゆっくり滞在してやりかけた仕事をみんな仕上げてしまおうと思い直して、僕はその準備をして再び妙義の宿へ引き上げた。妙義へ戻ったあくる日に、僕は再び赤座のところへ絵はがきを送って、仕事の都合で10月の末頃まではこっちに山ごもりをするつもりだと言ってやった。しかしそれに対しては兄からも妹からも何の返事もなかった。10月の初めに僕は三度赤座のところへ絵はがきを送ったが、これも返事を受け取ることができなかった。赤座は教務で
どこかへ出張しているのかもしれない。それにしても妹のいさ子から何とか言ってきそうなものだと思ったが、別に深くも気に留めないで、僕は自分の仕事のはかどるのを楽しみに宿屋から借りた古机に毎日親しんでいた。その月も中頃になると紅葉見物の登山客が増えてきた。ことに学生の修学旅行や各地の団体旅行などが毎日幾組も登山するので、静かな山の中もにわかに雑踏するようになったが、大抵はその日のうちに磯部へ下るか松井田へ出るかして、ここに一泊する群れはあまり多くないので、夜はいつものように山風の音が寂しかった。お客様がおいでになりました。宿の女中がこう言ってきたのは、10月ももう終わりに近い日の午後5時ごろであった。その日は朝から陰っていて、霧だか小雨だかわからないものが時々に山の上から降ってきて、山懐の宿は急に冬の寒さに囲まれたように感じられた。ちょうどその時に僕は2階の座敷を降りて、入り口に近いところに切ってある大きい炉の前に座って、宿の者と何か例のおしゃべりをしている最中であったので、座ったままで体をねじ向けて表の方を覗いてみると、入り口に立っているのはかの赤座であった。彼は古ぼけた中折れ帽子をかぶって、洋服のズボンをまくり上げて、靴下の上にわらじを履いて、手には木の枝をステッキ代わりに持っていた。やあ、よく来たね。さあ入りたまえ。僕は片肘を立てながら声をかけると、赤座は懐かしそうな目をして僕の方をじっと見ながら、そのまま引っ返して表の方へ出て行くらしい。連れでも待たせてあるのかと思ったが、どうもそうではないらしいので、僕は少し変に思ってすぐに立って入り口に出ると、赤座は見返りもしないで山の方へスタスタ登っていく。僕はいよいよおかしく思ったので、そこにある宿屋のわら草履を突っかけて彼の後を追って出た。おい赤座くん、どこへ行くんだ。おいおい赤座くん。赤座は返事もしないで、やはり足を速めていく。僕は彼の名を呼びながら続いて追っていくと、妙義の社のあたりで彼の姿を見失ってしまった。陰った冬の日はもう暮れかかって、大きい杉の木立の間は薄暗くなっていた。僕は一種の不安に襲われながら声を張り上げてしきりに彼の名を呼んでいると、杉の間から赤座は迷うようにふらふらと出てきた。寒い、寒い、と彼は口の中で言った。寒いとも、日が暮れたら急に寒くなる。早く宿へ来て炉の火に当たりたまえ。それとも先にお参りをしていくのか。それには答えないで、彼は無言で右の手を僕の前に突き出した。薄暗い中で透かしてみると、その人差し指と中指とに生血がにじみ出しているらしかった。木の枝にでも突っかけて怪我をしたのだろうと察したので、僕はたもとを探って原稿紙の保護を出した。まあともかくもこれで押さえておいて、早く宿へ来たまえよ。彼はやはり何にも言わないで、僕の手からその原稿紙を受け取って、自分の右の手の甲を覆ったかと思うと、またそのままスタスタ歩き出した。後戻りをするのではなく、どこまでも山の上を目指して登るらしい。僕は驚いてまた呼び止めた。おい君、これから山へ登ってどうするんだ。山へは明日案内する。今日はもう帰る方がいいよ。途中で暗くなったら大変だ。こんな注意を耳にもかけないように赤座は強情に登っていく。僕はいよいよ不安になって幾度か呼び返しながらその後を追っていった。8月以来ここらの山道には歩き慣れているので、僕もかなりに足が速いつもりであるが、彼の歩みはさらに速い。わずかのうちに2軒離れ3軒離れていくので、僕は息を切って登ってもなかなか追いつけそうもない。あたりはだんだんに暗くなって、寒い雨がしとしとと降ってくる。もちろん他に往来の人などのあろうはずもないので、僕は誰の加勢を頼むわけにもいかない。薄暗い中で彼の後ろ姿を見失うまいと、フクロウのような目をしながら
ただ一人で一生懸命に追い続けたが、途中の坂道の曲がり角でとうとう彼を見はぐってしまった。赤座くん、赤座くん。僕の声はそこらの森にこだまするばかりで、どこからも答えるものはなかった。それでも僕は混浴追っかけて、とうとう一本杉の茶屋の前まで来たが、赤座の姿はどうしても見つからないので、僕の不安はいよいよ大きくなった。茶屋の人を呼んで訪ねてみたが、日は暮れている、雨は降る、誰も表には出ていないので、そんな人が通ったかどうだか知らないという。これから先は妙義の難所で、第一の石門はもう目の前にそびえている。いくら土地の勝手を知っていても、この暗がりに石門をくぐってゆくほどの勇気はないので、僕は諦めて立ち止まった。道はいよいよ暗くなったので、僕は顔なじみの茶屋から提灯を借りて、雨の中を下山した。雨具をつけていない僕は頭からびしょ濡れになって、宿へ帰り着く頃には骨まで凍りそうになってしまった。宿でも僕の帰りの遅いのを心配して、そこらまで迎えに出ようかと言っているところであったので、みんなも安心してすぐに炉のそばへ連れて行ってくれた。濡れた体を焚き火に温めて、僕は初めてほっとしたが、赤座に対する不安は大きい石のように僕の胸を重くした。僕の話を聞いて宿の者も顔をしかめたが、その中にはこんな解釈を下す者もあった。そういうお修士の人ならば、何かの行をするためにわざわざ暗い時刻に山へ登ったのかもしれません。山伏や行者のような人は時々にそんなことをしますから。2月の大雪の中を第二の石門まで登っていった行者のあったことを宿の者は話した。しかしさっき出会った時の赤座の様子から考えると、彼はそんな行者のような難行苦行をする人間らしくも思われなかった。夜が更けても彼は帰ってこなかった。彼は宿の者が言うように、どこかの石門の下でこの寒い雨の夜におこもりでもしているのであろうか、何かの行法を修しているのであろうか。そんなことを考え続けながら、僕はその一夜をおちおち眠らずに明かしてしまった。夜が明けると雨は止んでいた。朝飯を食ってしまうと、僕は宿の者2人と案内者1人とを連れて赤座の行方を探しに出た。夕べの一本杉の茶屋まで行き着く間、我々は木立の奥までくまなく探して歩いたが、どこにも彼の姿は見つからなかった。夕べむやみに駆け歩いたせいか、今朝は妙に足がすくんで思うように歩かれないので、僕はこの茶屋でしばらく休息することにして、他の3人は石門をくぐって登った。それから30分と経たないうちに、その一人が引っ返してきて、ろうそく岩から谷間へ転げ落ちている男の姿を発見したと僕に報告してくれた。僕は跳ね上がるように将棋を離れて、すぐに彼と一緒に第一の石門をくぐった。茶屋の者は僕の宿へその出来事を知らせに行った。3、宿からも手伝いの男が駆けつけてきて、ともかくも赤座の死体を宿まで運んできたのは午前11時に近い頃であった。雨上がりの初冬の日は明るく美しく輝いて、杉の木立の中では小鳥のさえずる声が聞こえた。あ、こう言ったままで僕はしばらくその死体を見つめていた。男の死体は岩石で額を打たれて半面に血を浴びているのと、泥や木の葉が粘りついているのとで、今まではその人相をよくも見届けずに、その服装によって一途にそれが赤座であると思い込んでいたのであったが、宿へ帰って入り口の土間にその死体を横たえて、僕も初めて落ち着いてもう一度その顔を覗いてみると、それは確かに赤座でない、かつて見たこともない別人であった。そんなはずはないといぶかりながら、明るい日光の下で横からも縦からも覗いたが、彼はどうしても赤座ではなかった。どういうわけだろう。僕は夢のような心持ちでその死体をぼんやり眺めていた。
もちろん昨日はもう薄暗い時刻であったが、僕を訪ねてきた赤座の服装は確かにこれであった。死体は洋服を着て、靴下にわらじを履いているばかりか、谷間で発見した中折れ帽子までも僕が昨日の夕方に見たものと寸分違わないように思われた。それでもまだこんな疑いがないではなかった。登山者の服装などはどの人も大抵似通っているから、あるいは昨日僕が見た赤座とは全く別人であるかもしれない。その事実を確かめるために僕は何かの手がかりを得ようとして死体の隠しを改めると、まず僕の手に触れたものはシワだらけの原稿紙であった。原稿紙。それは妙義神社の前で赤座の指の傷を抑えるために僕のたもとから出してやった原稿紙ではないか。しかも初めの 2,3 行には僕のペンの跡がありありと残っているではないか。僕はさらに死体の手先を改めると、右の人差し指と中指にはすりむいたような傷の跡が残っている。原稿紙にも血の跡がにじんでいる。こういう証拠が揃っている以上は、夕べの男は確かにこの死体にそういない。それを赤座だと思ったのは僕の誤りであろうか。しかし彼は僕を訪ねてきたのである。薄暗がりではあったが、僕も確かに彼を赤座と認めた。それがいつの間にか別人に変わっている。どう考えてもその理屈がわからないので、僕はいよいよ夢のような心持ちで、手に握った原稿紙と死体の顔とをいつまでもぼんやりと見比べていた。駐在所の巡査も宿屋の者も僕の説明を聞いて不思議そうに首をかしげていた。確かに不思議にそういない。この奇怪な死人はガマ口に2円余りの金を入れているだけで、他には何の手がかりになるようなものも持っていなかった。彼は身元不明の死亡者として町役場へ引き渡された。それでこの事件はひとまず解決したのであるが、僕の胸に大きく横たわっている疑問は決して解決しなかった。僕はすぐに越後へ手紙を送って赤座の安否を聞き合わせると、兄からも妹からも何の返事もなかった。疑いはますます大きくなるばかりで、僕はなんだか落ち着いていられないので、とうとう思い切って彼の郷里まで訪ねて行こうと決心した。幸いにここからはさのみ遠いところではないので、僕は妙義の山を下って松井田から汽車に乗って信州を越えて越後へ入った。丸々教の使者を訪ねて赤座作郎に会いたいと申し入れると、世話役のような男が出てきて、公子の赤座はもう死んだというのであった。いや、赤座ばかりでない、妹の伊佐子もこの世にはいないというのを聞かされて、僕は頭がぼーっとするほどに驚かされた。赤座の兄弟はどうして死んだか、その事情については世話役らしい男もとかくに言い渋っていたが、僕があくまでも切り込んで詮議するので、彼もとうとう包みきれないでその事情を詳しく教えてくれた。この春、赤座が僕に話した通り、彼は妻を迎えようとしても適当な女が見当たらない。妹も兄が再退するまでは絶え嫁入りするのを見合わせて兄の世話をしているという決心であった。こうして兄弟は仲良く暮らしていた。そのうちに町のある銀行に勤めている内田という男が、やはり同じ信者である関係から伊佐子を自分の妻にもらいたいと申し込んだが、赤座はその人物をあまり好まなかったと見えて体よく断った。内田はそれでも思い切れないで、さらに直接伊佐子に交渉したが、伊佐子も同じく断った。兄にも妹にも跳ねつけられて内田は失望した。その失望から彼は根もないことを捏造して赤座兄弟を傷つけようと企んだ。彼は土地の新聞社に知人があるのを幸いに、丸々教の公子兄弟の間に不倫の関係があるということをまことしやかに報告した。妹が年頃になっても絶え縁づかないのはそのためであると言った。同じ信徒の報告であるから、新聞社の方でもうっかり信用してその記事を励々しく掲げたので、たちまち土地の大評判になった。
信徒の多数はそれを信じなかったが、ともかくもこんな噂を伝えられるということは非常な迷惑であった。ひいては布教の上にも直接間接の影響を与えるのは分かりきっていた。使者の方では新聞社に交渉して、まずその記事の出所を確かめようとしたが、これは新聞の習いとして原稿の出所を明白に説明することを拒んだ。事実が相違しているならば取り消しは出すと言った。それから幾日かの後に、その新聞紙上に5、6行の取り消し記事が掲載されたが、そんな形式的なことでは赤座は満足できなかった。しかし彼は決して人を恨まなかった。彼はそれを自分の信ずる神の罰だと思った。自分の信仰が至らないために〇〇教の神から大いなる刑罰を下されたのであると信じていた。彼は耐え難い恐怖と煩悶とに一月余りを重ねた末に、彼はさらに最後の審判を受けるべく恐ろしい決心を固めた。彼はいつも神前に礼拝するときに着用する白い仮銀のようなものを身につけて、それに石油をしたたかに注ぎかけておいて、社の広庭の真ん中に突っ立って、自分で自分の体にマッチの火をすりつけたのであった。聞いただけでも実に身の毛のよだつ話で、彼はたちまち一面の火炎に包まれてしまった。それを見つけて妹のイサ子が駆けつけた時にはもう遅かった。それでも何とかしてもみ消そうと思ったのか、あるいはとっさの間に何かの決心を据えたのか、イサ子は燃えている兄の体を抱えたままで一緒に倒れた。他の人々が驚いて駆けつけた時はいよいよ遅かった。兄はもう焼けただれて息がなかった。妹は全身に大やけどを負って虫の息であった。すぐに医師を呼んで応急手当てを加えた上で、ともかくも町の病院へ担ぎ込んだが、イサ子はそれから4時間の後に死んだ。その凄惨の出来事は前の記事以上に世間を驚かして、赤座の死因についてはいろいろの創造説が伝えられたが、所詮はかの新聞記事が敬虔なる〇〇教の講師を殺したということに世間の評判が一致したので、新聞社でもさすがにその軽率を悔やんで、半ば謝罪的に講師兄弟の死を悼むような記事を掲げた。それと同時に、おそらくその社のある者が漏らしたのであろう。かの新聞記事は内田の当初であるという噂がまた世間に伝えられたので、彼も土地にはいたたまれなくなったらしく、自分の勤めている銀行には無断で1週間ほど以前にどこかへ姿を隠した。その内田という男の居所はまだ知れませんかと僕は聞いた。知れません。とそれを話した世話役は答えた。銀行の方には別に不都合はなかったようですから、全く世間の評判が恐ろしかったのであろうと思われます。内田はいくつぐらいの男ですか？28区です。家出をした時にはどんな服装をしていたかわかりませんか？と僕はまた聞いた。銀行から家へ帰らずにすぐに東京行きの汽車に乗り込んだらしいのですが、銀行を出た時にはネズミ色の洋服を着て中折れ帽子をかぶっていたそうです。僕のそうみは氷のように冷たくなった。そうすると妙義へ君を訪ねて行ったのはその内田という男なのかね？聖夜堂の主人はその話の途切れるのを待ちかねたように尋ねると、第三の男は大きいため息をつきながらうなずいた。そうだ。僕の話を聞いて、彼の親戚と銀行の者とが僕と一緒に妙義へ来てみると、ろうそく谷の谷底に横たわっていた死体は確かに内田にそういないということが分かった。しかし彼がなぜ僕を訪ねてきたのか、それは誰にもわからない。僕にも無論わからなかった。それが恐ろしい秘密だよ。赤座兄弟の身の上にそんな返事があろうとは僕は夢にも知らないでいた。そこへ赤座、僕の目には確かにそう見えた。が不意に訪ねてきた。しかもそれは赤座自身ではない。かえって赤座の仇であって原因不明の変死を遂げてしまった
その秘密を君はどう解釈するかね。兄弟の魂が彼を誘い出してきたとでも言うのかね、と主人は考えながら言った。まずそうだ。僕もそう解釈していた。それにしても赤座は僕に一度会いたいので、その魂が彼の体に乗り移ってきたのか、あるいは自分たちの死を報告するために彼を使いに起こしたのか、内田という男がどうして僕の居所を知っていたのか、僕にはどうもはっきりわからないので、その後もいろいろの学者たちに会ってその説明を求めたが、どの人も僕に十分の満足を与えるほどの回答を示してくれない。しかし大体の意見はこういうことに一致しているらしい。すなわち内田という人間は一種の自己催眠にかかって、そういう不思議な行動をとったのであろうというのだ。内田は一旦の出来心で赤座の兄弟を傷つけようと企てたが、その結果が予想以上に大きくなって、兄弟があまりにものすごい死に方をしたので、彼も急に恐ろしくなった。彼も同じ宗教の信者であるだけに、いよいよその罪を恐ろしく感じたかもしれない。そして兄弟の怨恨が必ず自分の上に向くってくるというようなことを強く信じていたかもしれない。その結果、彼は赤座に導かれたような心持ちになって、ふらふらと僕を訪ねてきた。彼がどうして僕の居所を知っていたかというのは、同じ信者ではあり、かつは妹に結婚を申し込むくらいの間柄であるから、赤座の家へも親しく出入りをしていて、僕が妙義の宿からたびたび送った絵はがきを見たことがあるかもしれない。僕が赤座の親友であることを知っていたかもしれない。自己催眠にかかった彼は、赤座に導かれて赤座の親友を訪ねるつもりで妙義の山までわざわざ来たのだろう。と、こういうことになっているんだが、僕は催眠術を詳しく研究していないから、果たしてどうだかわからない。外国へ行った時に心霊専門に研究している学者たちにも聞いてみたが、その意見はまちまちで、やはり正確な判断を下すまでに至らなかったのは残念だ。しかし学者の意見はどうであろうとも、実際かの内田が自己催眠にかかっていたにしても、僕の目にそれが赤座の姿と見えたのはどういうわけだろう。あるいは自己催眠の結果、内田自身ももう赤座になりすましたような心持ちになって、言語動作から風采までが自然に赤座に似てきたのだろうか。それとも僕もその当時、一種の催眠術にかかっていたのだろうか。